おはようございます。今日は大学に行きます。あと5分で授業が始まるんですけど、ケンさんがたまたま朝いたから送ってくれるみたいです。ありがとう。ランビアンなんて言ってるかわかんない。ラ友達が今朝ごはん食べてた。大学の友達がそこで朝ごはん食べてた。いる日本人。行ってないよね。この交通量やばすぎる。ありがとう。間に合った。すげえ。今から教室に向かいます。ただね、2回しか行ってないんだよね。今日何日だっけ忘れた。同じクラスに日本人いるって聞いてたのに日本人いなくて、まあね、韓国の方と台湾の方と、あとはなんかいっぱい、あとポルトガルの人もいていっぱいいますね。朝めっちゃでも涼しいから最高だわ。朝活いいな。今日でもまた遅刻すると思ったんで寝なかったっす。今日は昼にめっちゃ寝て、で夜ずっと起きっぱなしでしたね。待って、なんかみんな走ってんだけど、ベトナムのエレベーターってめっちゃ遅いから階段上がりたいけど疲れる。よいしょ。いただきます。もう疲れたから帰ります。休んでる間に結構進んでて、で全然ついていけなかったらどうしようと思ってたんですけど、意外と分かったから、ここの部分は自学で補おうと思います。でなんか最終日にテストがあるって今日初めて聞いたのでちょっとドキドキしてるんですけど、まあ余裕です。だから帰る。4時間中2時間しか行ってないけど帰る。私が今行ってる大学がホーチミン人文科学大学っていう学校で、そこのベトナム語コースみたいなやつに通ってます。朝7時50分着席の13時12時ぐらいかなに終わるやつです。で費用が午前だけ週5日、平日5日ですね。月曜日から金曜日のコースで720万ドンとかだったかな。だいたい5万円弱、4万5千円ぐらいだと思います。1ヶ月通う分には安いなって最初思ったんですけど、いやよく考えたらなんか日本の大学と大差ないぐらいの金額だったんで、なんとも言えないかなって感じです。ベトナム語だけだし、でも授業の内容はすごく良くて、私が住んでるのがホーチミンなんですけど、日本でいうと関西弁みたいなのを喋る地域なんで、教材とか読んでても全然参考にならないんですよ。標準語じゃないものばっかりを習ってもここの土地では通じなかったりするので、そこはやっぱり学校の先生からこの発音はハノイだよとか、この発音はホーチミンだよっていうのをいちいち言ってもらえるので、めっちゃ助かります。じゃあもともとなんで通おうと思ったのかっていうと、ゲオメ2みたいなタイトルのノートにも書いた通り、こっちでなんか始めるにあたって言語の壁がすごい大きかったんですよ。なんかの伝達ミスとか、やっぱローカルの人と仕事すると英語も喋れないとかなってくるんですよね。そういう時に翻訳使っても全然正しく翻訳されなかったり、日本語も一緒ですけど同じ単語でも意味が違うものってあるじゃないですか。雨と雨とか、ベトナム語もそういうのが多くて、で全然通じなかったんですよ。それだったら私はベトナムにいたら、私が外国人なのでちゃんと真摯にベトナム語を勉強する必要があるなと思って入ったって感じですね。でも全然ベトナム語喋れなくてもうまくやってる人はやってるし、全然必須かっていうとそうじゃないんですけど、なんかやっぱり私思ったことちゃんと伝えたいし、みんなの話ちゃんと聞きたいから勉強しようかなって感じですね。あと何よりもやっぱ大学生ライフみたいなのがめっちゃ楽しくて、なんか私学校まだ2回とか今日で3回目、しかもなんか早退とかだったけど、でもクラスのみんなが
授業終わったら全員一緒にご飯行ったりとか、大体8人ぐらいのクラスなんですけど、いろんな国籍の人たちで自分のやってるお店にも来てくれたりで、こまめに連絡くれたり、なんかお土産持ってきてくれたり、そういう大学生ライフっぽいのも年齢国籍バラバラ、性別もバラバラで楽しめるので、個人的にはベトナム語の学習にももちろん価値はあるけど、そういう大学生ライフにもすごい価値を感じて通ってますね。まだ3回目だけど、でも結構十分ですね。てかやっぱなんかレッスン1みたいな選んだんで、基礎的な内容めっちゃやるんですけど、それがちょっと個人的には退屈かなって感じです。現地に住んでる街中のベトナム人とかに教えてもらってたりしたんで、割とスタートダッシュは早かったっぽくて、レッスン1じゃまだ物足りないかなっていうところですね。でも細かい単語とか覚えられるからいいけど、もうちょっとハイレベルでもいいのかもって思いました。今の私のベトナム語レベルなんですけど、だいたい電話で業者と発注のやり取りができるとか、それぐらいのレベルまでは独学というか、生きてたら勝手に身についたっていう感じです。すごい音楽に聞こえるんですよね、ベトナム語が。成長が6種類もあって、ベトナム語をちゃんとできるようになったら中国語とか併用して勉強してみたいなって思うんですけど、とりあえずまずはベトナム語マスターするとこから始めます。そんなところで今日は学校早退しましたけど、デュオリンゴちょっとハマってるんで、友達とかとめっちゃやってて、デュオリンゴを危ないデュオリンゴをやります。あとちょっと日本の仕事が立て込んでるので、日本の仕事もやって感じの一日ですね。今日は大学に行ってみたっていう話なんですけど、まさかの途中で帰るっていう。いやでもいい感じです。いや面白い、楽しかった。そしたらじゃあまたさよなら。